どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はApple の発表会ですね、WWDC2024 行われましたので、もうあれが出ましたね。まあ AI なんですけど言ったら。で、まあ今回いろいろね、iOS とか、中身のその OS ですね、iOS とか iPadOS とかいろいろ出たんですけども、ね、Apple Intelligence っていうですね、AI が出たりとか、チャット GPT とこうね、連携できたりとか、いろいろこう出ましたので、ね、この機能面白いんじゃないかっていうところ、少しピックアップしてですね、基本的に iOS18 をベースに見ていきたいかなと思いますので、全部話してるとすごい時間になっちゃうんで、ピックアップしてね、お話ししていきたいというか、また今後いろいろこう OS ごとに動画出そうと思いますので、気になる方はぜひね、チャンネル登録お願いします。はい。ということで早速ね、見ていきたいと思います。はい。で、WWDC24 行われました。で、今回まだ日本語のね、サイトはまだ出てなかったので、翻訳したやつになるんですけど、まず Apple Intelligence っていうさっき言った AI ですね。これもなんかね、やっぱ Apple Intelligence ってね、なんか AI をもじったような感じになってますけども、こちら、後ほど見ます。で、あとiOS18 が、基本的には主な感じだと思いますね。で、iPadOS18、で、MacOS、セコイアっていうのが出ました。iPhone でこうミラーリングしたりとか、あと WatchOS かな。で、Vision Pro もね、今回日本発売になりました。Vision OS かなっていうのがざっくりした流れでございまして、で、まずちょっと Vision Pro 出たんでね、サクッと見ましょうか。空間コンピューティング。で、6月14日の午前10時予約開始で、今週金曜日かな。で、28日発売になっております。はい。怖いな、この顔。はい。空間コンピューティングと言ってますけども、この被ると、これ僕も実際使ったんですけど、結構すごいです、これ。画面が出てきて、空間上に。で、こういった感じで空間の動画とかね、撮れたりとか、写真とかね、シームレスに。これかなり、正直すごいです。はい。価格もすごいんですけど、で、意外とね、コンパクトなのかな。で、今回アップデートで結構ね、デュアルディスプレイとか、この Mac と一緒にこう連携して使うのが、すごいいいんじゃないかなと思いますね。なんで、4K が2枚出せるのかな。デュアルディスプレイが確かできるようになりました。VisionOS2 でね。うん。でやっぱりこういった、飛行機とかですね、移動中にこう見るのすごいいいかなと思います。うん。ゲームとかもね、できるけど、ただまだね、アプリがね、そんなにないんですよね、正直。なんでこれからかなっていう感じ。で、この空間ビデオとかは、これ iPhone15 かなプロとかで撮れるんですけども、イマーシブビューみたいな。これ結構ね、すごかった。うん。僕見たんですけど、ここら辺はね、一応去年発表されたのかな。アメリカでは今もう出てるんで、レビューはね、結構出てますけど、結構すごい。この顔はね、意外とね、こんなに綺麗には出ない。アップデで良くなるかもしれないけど。はい。で、こう測定みたいなのがね、どうやらね、Face ID ついてる iPhone とか iPad でできるみたいですね、これ。これちょっと面白いなと思ったんですけど、で、価格が、59万9800円からなりました。256。思ったより良かったかなっていうもうちょっと高いかなって僕思ってたんですけど、そんな感じかな、ビジョンプロは。まずちょっとね、iOS18 からいきましょうかね。Apple Intelligence もその後見ようかなと思うんですけども、でも割と最大級のアップデートなんじゃないかなって思います。はい、敬具。これちょっとね、翻訳したばっかりなんで、あれなんですけど、一応ね、ベータ版はもう使えますね。見たんですけど。で、一応秋に入る予定でございまして、この Apple Intelligence、AI ですね、が、もうデフォルトというか、もう最初から iPhone とか、iPad とかに、これちょっと後ほどね、説明します。Siri の変化とかもね。18はね、大きいのはやっぱこのホーム画面のね、カスタマイズっていうところだと思います。アプリの位置がね、こう、なんていうの、自由に置けるようになりました。で、カラーがこういう風にね、設定できたりとか、自分で。そう、アイコンのこの新しいデザインっていう感じで、ダークモードにしたりとか。で、色もね、変えれるみたい、このアイコンで。なんで全体的にこう、ブルーにしたりとかね、できるみたいですね。はい。で、あとアプリとかも SID でロックするっていうのも非表示にするみたいなことできるみたいです。うん。これなんか悪い使い方しか思いつかないけど、うん。なんかもうさ、エロサイトをね、わかんないけど、この彼女に見えないようにするみたいな。僕はね、心が終わってるからか。そういうのも一応できるようになりました。なんでアプリごとでこうロック画面、ロックできるっていうね、フェイス ID とか。怖いけど逆にね。で、あとですね、このコントロールセンターに関しても上からスワイプしたら出てくるやつ。複数ね、こういう感じで複数設定できるようになりました。見てもらうとわかるんですけど、サードパーティー製っていうね、他のアップル純正以外のアプリも、これはアップルなんかホームかな。これはファンなんで、扇風機つけたりとかできますし、コントロールセンター自体も、この大きさとかもね、自由に変えられたりとか、なんでもうこういろんなものが置けるようになりましたね。シャザムとかね、置けるようになりましたね。今多分純正のアプリのものしか多分置けないと思うんですけども、そういったところ結構大きいかなと思います。うん。こういう感じでそう、並べ替えとか、ですね。
大きさの変更っていうのが、スワイプでこうできるようになってます。ロック画面のコントロール、あ、そうだね。で、あとこのロック画面に関しても、ここですね。今、多分カメラとライトしか設定できなくなってたと思うんですけども、それ以外も、このロック画面のところもできるようになりました。ここら辺はね、結構地味なんだけど、いいかなっていう。ホーム画面がかなりカスタムしやすくなってるのかなと。で、あと、写真アプリに関しては、トピックごとに、こう、リセントで、最近の写真とか、人とこう、写ってるやつとかね、いろいろこう、旅行とか人々、トピックごとにこう、整理してくれる。これも自動で、多分 Apple Intelligence とかのおかげだと思います。ここら辺もね。とか、カルーセルか。こういろんな、なんていうのかな、コンテンツが、まとめてくれるっていう感じだと思いますね。とメッセージとか、いいか。ね。あんまり使わないと思うけど、一応太字とか斜線とか、こういろんな、なんていうか表現がすごいできるようになったみたいですね。うん。絵文字とかもね、絵文字とかもどうやらなんか自分で作れるみたいですけど、あと衛星経由ね、Wi-Fi つながらないとこでも使えるみたいな。これは確かでもまだアメリカとカナダぐらいしか使えないはずですけども、これでも便利だな。確かにメッセージをスケジューリングっていうか、明日の10時にこれ送るみたいな感じで入れれたりもできる。iMessage ね。郵便って書いてある。これメールですね。つまりトランザクションアップデートとか、これは多分すごい Gmail っぽいんですけど、多分このいろんなカテゴリーごとに分けれるっていうことだと思いますね。プロモーションのやつとか、重要なやつとか、Gmail 結構分けれたりするんですけども、カテゴリーを使用すると、友達からのメールとかだけここに分けられるとかいう感じだと思いますね。スキャンとか。これ面白いね。あとサファリとかに関しても、クイックリンク。なんで人とかね、これなんで多分このお店の情報ですだけがこうハイライトされてっていうか上にブンって出てきて、結構ねやっぱ AI が入ってるんで要約してくれるんですよ、言ったら。これもなんで一緒だと思います。Apple Intelligence とかのおかげで多分このサマリーっていうのが要約してくれて、こんな感じでできる記事をねうまくまとめてくれるんですよ。で、あとこれパスワードアプリ出ましたね。これようやく来たんだけど、パスワードアプリの中で全部なんていうかな、管理できるっていうところですね。iPhone、iPad、Mac 全部。これは地味に便利。これ iPassword とかね、今まで使ってたんで、これはいいかなと。地図ね、ダウンロードして、多分その電波が通らないようなところでも見えるということだと思います。で、ここに関しては、確か日本もね、対応してました。なぜかわかんないけど。これインテリジェンスとか他の機能は基本的にやっぱまだ英語ですね、要約とかなんで、まだちょっと日本語は来年以降っていう感じにはなってます。なんでオフラインで、電波がないところでもこうアクセスできるっていうところですかね。で、ゲームモードね、これちょっと気になるんですけども、ゲームモードにすると、Android とかではね、ありますけどね、ゲームでも結構ね、落ちたりすること、ただね、15 Pro とか、M4 チップね、結構やっぱ強くて iPad Pro 今使ってるんですけど、あんま落ちないんですけど、iPhone とかだとやっぱちっちゃいから結構熱持つんで、画面が暗くなったりするんで、そこら辺のなんかあれかな、対応かなっていう感じしましたね。あとこのゲームモード AirPods のね、オーディオが遅延っていうのがね、多分この音の遅延っていうのが改善されてるみたいなんですけど、これもちょっと気になりますよ、ゲームね。これなんか確か iPad とかも Mac とかも全部そうなってた気がする。プライベート支払います。これウォレットだと思うんですよ。なんかタップして確かね、なんかこの支払いとか分割 iPhone 同士をこうタップしてっていうところ。多分でもこれもおそらく、日本ではまだもうちょい先なのかなっていう気がしますけどね。そう、これ AirPods が、で、あとですね、これうなずいて、AirPods つけてうなずくと、こう例えば電話に出れたりとか、こう首を横に振ったら、電話切るとかいうことができるみたいですね。音声分離とか、よりこう通話の音声がクリアになったりとか、さっき言ったこの、そうだね、ゲームモードとかもそうだし、空間オーディオ、ゲーム用にもっとこう没入感が良くなるみたいなことは言ってましたね。これちょっと気になるけど、でもビジョンプロとかもね、つけるとすごい良くなるんで一緒に使うと。あとこういったやっぱ文字起こしとか、なんかね、電話しながら文字起こしとかもできるはずです。Apple Intelligence のところで紹介されてました。数字計算とかね、式を入れるとこう自動的に計算してくれるとか、ノートアプリの中にExcel が入ったみたいな感じだと思いますね。スプレッドシートとか。これなんだ、折りたたみ可能なセクション。色とかハイライトとかもね、そうだね。多分このメモアプリが結構進化したのかなと思います。あとジャーナルとかもあるけど、いいか、ここら辺は。Apple TV とかね、ホームアプリも出てるね。これでも面白いと、ハンズフリーロックっていうの。iPhone をポケットカバンに入れて、これ Apple Watch でもいけるみたいなんですけど、ドアのロックは自動で解除されるっていう。Apple ですね、対応してないとできないんじゃないかなっていう気がしますけど、で、あとこのロボット掃除機のサポートっていうのがね、なんかしれっと書いてあったんですよ。あんまりこれ言っ
ってなかった気がするんですけどね。はい、これはちょっと嬉しい。はい、電気の使用量とかね、プライバシーとかまあいいか。で、結構、そうだね。で、Bluetooth もね、なんかこのサードパーティー製のアプリに、まあ、対応じゃないんですけど、繋がった時にこうなんか多分ポップアップ出てくるみたいなのもありましたね。はい。あと、まあ、電卓アクセシビリティ。まあ、細かいのね、ちょっといろいろあるんで、また、紹介したいと思います。で、そうです。で、互換性に関してはですね、iPhone SE の第2世代はギリギリ残ってますと iPhone XS、10R かなはギリギリ生き残りました。なんとか。まあ、次あたり死ぬのかもしれないですね。で、まあ、あとはまあ11から15までは全部対応してるかなって感じになります。はい。まあ、ギリギリ iOS 使えるっていうところ。どうですか皆さん、気になる機能ありましたかね。なんか、まあ、やっぱりホーム画面の、まあ、僕はやっぱホーム画面のね、まあ、AirPods とかも結構気になるな。このね、ゲームモードとかですね、まあ、ホーム画面のここら辺はね、地味だけど結構いいかな。まあ、今更感はあるんだけど、Android でできるからっていうところで Apple Intelligence ね、ここですよ。まあ、今回の肝みたいなところはすごいでしょ。ビューンってなるんですけど Siri の起動がねギュイーンってなるんですよ。ギュイーンっていう。で面白いのはデバイスの中に全部入ってるんですよね、 AI が最初から。なんでこれは確かなんだろう、ライティングツールか。まあ、なんで文字をこう例えば要約としてくれたりとか、これなんでテーブルだから表にするみたいなこともできるのかな、見た感じで。例えば画像とかを生成するみたいなこともできますし、これで原文字ってやつで絵文字を自分でこう作ることができます。多分このレースカードライバーって書いてあるけど、まあ、いわゆるプロンプトっていうですね、なんかレースドライバーの多分このカードライバーのその絵文字を作ってみたいな感じでやるとできるんだと思うね。これなんだAbout Book。はい。まあ多分予約とかね、そういったのいろいろね、で、メールとかも、重要なやつを自動的にこう表示してくれるみたいで、この辺がすごいいいよね。まあ、プライバシー守りながらみたいなところかな。で、要約したやつをこうパッて貼ってくれたりとか、通知とかも基本的にはやっぱり重要なやつを全部こう前に出してくれるらしいですよ。結構ね、でもすごいのよ。で、ムービーとかもね、まあ、動画とかも自動的にこう作ってくれるみたい。ここら辺が結構ね、AI すごいんですよ、本当に。僕も編集とかで使ってるんですけど、かなりすごいです。Your mom's flight。はい、まあ、お母さんの飛行機がそろそろ出発した方がいいんじゃないか。で、まあ、さっきみたいに、じゃあ何ができるのかっていうところで言うと、ライティングツールですね。まあ、講義全体、そう、要約とか、まあ、逆にこう長い、まあ、これスプレッドって書いてあるけど、まあ、すごい長い会議の、まあ、例えば議事録とかをもう全部要約してくれたりとか、まあ、メールとかに関しても、やっぱりこの直してくれるみたいです。ちゃんと構成してくれるっていう感じ。文章。言葉遣いがちょうど、言葉遣いとかそこもかなり人間っぽく、まあ、Siriもすごい自然な感じで喋れるっていう風に言ってました。本当かどうかわかんないけど、さっき言ったように優先度の高い通知が例えばこうスタックの上ですね。まあ、今までの通知がバーってなってたんだけど、まあ、多分この時間とか日付とか、まあ、よくまあ連絡する友達とか、まあ、そこら辺で AI が感知してくれるんだと思いますけども、メールの優先メッセージとか、まあ、基本的にこう優先事項を重要なやつはちゃんと AI が抽出してくれるみたいな感じだと思います。はい、電話アプリでこれも結構すごいけどね、録音ボタンを押すだけで、文字起こしと音声録音が勝手にやってくれると。まあ要約もしてくれると。はい、中断を減らすレデュースインタラプションか。多分本当重要なやつだけ全部出してくれるっていうことだと思いますね。メールのスマート返信とかもあるし、で画像とかも、例えばこれ自分で書いたやつを、これなんかね丸すると Apple Pencil とかで、自動で生成してくれるとかいう機能もあるかな。このイメージウェンド、まあ、これ結構ねやっぱ AI 生成の、まあ、ツールも今いっぱいありますし、でジェン文字ってやつ、カスタムメモリーみたいな、ムービーすごいね、なんかいろいろ作れる。このジェン文字ってやつで、まあ、このプロンプトっていうやつを入れれば、まあ、作りたいのを文字で入れれば生成してくれるとかことだと思いますね。イメージプレイグランドアプリ、まあいろいろ作れるんだよね、自動的に。ラフスケッチ作ったりとか、ムービーね。で写真アプリで写真を、これ多分ケイトの顔のこの顔にステッカーがついてる写真のやつを検索してみたいな感じだと思うんですけども、これしかもやばいのが動画の中のその一部とかも探してくれるし、全部結構やばいよね。はい、でこれ消しゴムツールだね、完全に。これはまあ Google のやつと同じだと思いますけども、まあ、そういうのもクリーンアップっていうとかもできると。もね結構まあ進化はしてるのかなと思います。すごい。で周りがこうヒューンって光る感じで、起動するっていう。でこの下のねこのバーをタップすると、そのまま入力とかもできるみたいな。声出せない時ねあるじゃないですか。ヘイシーってちょっとね言いづらいもんね。まあ知識は持ってるのと、あとまあ AI の特徴としてはこの文脈がちょっと読めるようになるっていうのはあって、そうね、以前のリクエストで言及した内容を参照して、そこの天気はどうですか、まあ、東京の天気どこ、まあ、ちょっと何分か後にそこの天気、まあ、人間だとできるんですけど、やっぱり
AI だと難しいあるけど、そういうの文脈とかも言語理解とかができる、これオンスクリーン認識機能、すごいね。なるほど。画面上のものを全部ね理解して画面にこう何が映ってるかみたいなのが分かる。これは結構すごいね。ここら辺は個人的な状況シームレスにアクションを実行できる。結構ねすごいんですよ。プライバシーっていうところ、これがねやっぱり Apple が強いところではあるかなと思います。ハードとソフトウェア、外身と中身を一緒に同じ会社が作ってるのでオンデバイスっていうもので処理してます。なんで基本的には、たまにやっぱこのプライベートクラウドコンピューティングっていう、外から借りてくることはあるみたいだけど、基本的にはオンデバイスっていうですね、外のネットワークとか使わずにこのデバイス上で全部完結するようになってます。なんで個人情報を収集っていうところはすごいやっぱり気にかけてるみたいですね。やっぱ AI なんで、全部その吸い取られるんじゃないかみたいなね、心配はやっぱりあるじゃないですかで、このプライベートクラウドコンピューティングっていうところで、自分専用の多分ね場所なんだと思うんですけども、多分暗号化とかされて送られるんだろうね。ここは結構ね Apple の強みではあると、なかなか Apple じゃないとできないかもしれないですね、ここに関してはね。はい。でチャット GPT もねこれ統合というか入ってます。なんで役立つかもしれないって書いてあるんだけど、これチャット GPT に聞いた方がいいんじゃないかっていうのを提案してくれて、そこに関してSiri とかに聞いた時、Siri とはちょっと合体してるみたいな感じで、アカウントとか作らなくてもアクセスできるらしく、でもしチャット GPT も有料プランとか入ってたらそのままアクセスもできるということでございます。結構ねなんで面白い。この Apple Intelligence じゃあ誰でも使えるのかっていうところなんですけども、そんなことはなくてですね、例えば iPhone でやると iPhone15 Pro とかPro Max 限定になります。 A17 プロチップ入ってるやつかな。でなんで次出る iPhone16 とかもね9月ぐらい出ると思うんですけど、対応なんじゃないかな。基本的には、M1 チップ以降ですね、Apple Silicon というものが、Apple が独自で作ったチップあるんですけども、M1 以降、M1、M2 かな以降のものは対応になっております。はい。iPad とか Mac に関しては。iPhone はもう最新のしかダメですと。ここら辺がうまいんですね、やり方がね。ただ、この Apple Intelligence に関しては無料で使えますが、英語ですね。なので、秋にベータ版がリリースされるんですけども、日本語とか他の言語に関しては、来年以降という感じになるので、もうちょっと1年後ぐらいになるかなっていう気がします。結局Apple Vision Pro もね発表されてから、ちょうど1年ぐらいかなで、日本で発売になったので、そんな感じにはなりそうかな。ただ結構ねすごい面白いというか、かなり変わると思うので AI で、僕も今ねいろいろ編集とか自動のねカットとか使ってるんですけど、結構すごいんですよ。なので皆さんぜひねちょっと気になるとことか分かんないよっていうとこあれば、ぜひねコメントいただければと思います。こういうとこで活用したいなとかあればね。はい。で一応他のもあるんですけども、だいぶ時間があれなので、もうほんとサクッといきますね。で iPadOS は、iPadOS18 も基本的にはですねやっぱiOS と一緒で、ペンが使える機能とかいろいろあるんですけども、電卓出ましたね計算機が、今更出ました。ただペンで書いて書くと、イコールかなでイコールところで勝手にこれ計算してくれるらしいとか、そういう機能はあるかな。大きいディスプレイに合わせていろんな計算式っていうのが科学的なやつとかなんか物理学とかそういうやつとかねもう使えるようになってます。はい。であと基本的にはね iOS18 と同じ感じかな。ホーム画面カスタマイズしたりとか新しいアイコンになったりとか、この辺一緒ですね。なんでアプリごとにロック設定できたりとか見えないようにしたりとかね、ギャラリーとか、ここら辺は一緒かなっていう、ホームセンターとかメッセージとか、そうゲームモードね iPad も来てるんで、これはすごい楽しみです僕は。サファリとかパスワード、シェアプレイも面白いですけどね。画面タップ友達とか家族のデバイスで共有というか、相手の方の画面の方でこうコントロールできるみたい。これはちょっと面白いなと思いましたけど、こんなもんかそんなにすごい変化はなかったかな基本的に iOS のがそのまま入ったっていう感じではあります。で MacOS もセコイアっていうのがね出ました。このようにシャープよくわかんないけど、はい。ちょっとこれ翻訳してるだけなんで、ね、で個人的にはこのミラーリング機能かな、 iPhone ミラーリングを使うとiPhone に手を伸ばすこと。なので Mac 上でこの iPhone が使えるんですよ、そのまま。で使ってる時はしっかり、iPhone もロックされてるし、しかも例えばスタンバイモードとか iPhone 使ってても普通に使えます。 Mac 上で通知とかもね来たりするし、でそのままデータ以降もドロック&なんでこれ押してこうピュッてやるとこっちに飛ぶみたいな、これがね個人的にはすごいいいなと思った。 Mac ユーザー的には、Apple Intelligence も入ってるし、あと Windows のね、これ配置がこれマグネットっていうアプリみたいな感じで、ちゃんとこうここにウィンドウ持っていくとちゃんとこうカチッて、なってくれます。画面がここにカンってはまるんですよ、勝手に自動的に。これようやく来たこれなんで地味なんだけど便利そうだなと思います。背景の置き換え、こ
これね、はいはい、今更っていう感じだけど、まあサファリとかね、パスワードアプリとか、まあちょっと細かいところはね、見たいかな。で、ゲームがね、結構ね、で、アサシンクリードのこのシャドウっていうのも出るっていうことです。年内にね。まあいろいろ控えているので、ここら辺はすごい楽しみかと思いますね。メッセージとか、まあ、細かいところはちょっとまた見ます。基本的にはまあ一緒かなっていうところ。僕はね、意外と互換性に関しては結構で、まあ、セコイアに関しては、基本的には、でも MacBook Pro とか2018年以降、まあ、インテル版も入ってますし、Mac mini とかもね、2018年、Mac Pro も入ってるし、iMac も2019年以降なんで、まあ、インテル版も結構入ってるんですよ。これがなんか、なんでなんだろうってよくわかんない、ここは結構割と優しい。で、あとまあ、WatchOS? とか iPad のあれ見てなかった。そうだ。で、iPad の互換性に関しては、こっちは基本的には、まあ、M シリーズになるのかな。で、iPad mini とかでも第5世代いけるし、iPad も7世代ギリギリ残ってる。で、iPad Air 3世代、M2 とかね、1台。まあ、プロは多分全部、第3世代が 12.9 は iPad Pro M4 とか、割と互換性は意外とあるかなと思いますけど、まあ、古いのはちょっと厳しいかな。で、WatchOS は、まあ去年結構変わったんで、そんなにね、変わった感じはしなかったけど、まあ、アクティビティとかかな。はい。フィットネスアプリが結構充実はしてるのかな。で、このバイタルっていうのがね、多分新しく出てましたね。で、1箇所に夜間の健康データなんで、まあ多分眠ってる時とかの心拍数とか皮膚温センサーとかついてるんで、まあそこで、まあこの健康の指標みたいなのを出してくれるみたいですね。で、このなんかいいとこ、特定値が、まあ通常の範囲外になった場合は、なんかそのいろんな要因が考えられるんで、そういったのをちょっと注意した方がいいですよっていう、まあ、通知が出たりとかしてくれるみたいですね。はい。あとまあトレーニング負荷とかもうなんか出してくれるのかな。努力の追跡とかね。結構まあトレーニングに対して、まあ、どれぐらい今かかってるのかかかってないのかみたいなのは見れるみたいで、多分つけて運動したら、まあ、データを見るんでしょうね。で写真とかをこれ確かなんか自動的に文字盤をなんか作ってくれるみたいな、これ多分Apple Intelligence のおかげだと思いますね。ここら辺も、まあ、カスタマイズが結構、まあ、自由にはなっている気がする。はい、あとまあこの妊娠のやつとかもね、はい、妊娠周期でスマートスタックかな。でライブアクティビティなんで、このアプリ上ですごいリアルタイムでなんか見れるようにはなりましたね。雨が降りそうな時とか結構ね、これ便利なんですよね。地味にね、iPhone で使ってるけど。結構まあリッチな表現にはなってるのかな。はい、チェックインとか、まあ、トレーニング、まあ、GPS のやつとかかな、これね。そうだね、あと翻訳とかもあったな。アプローチ上で翻訳できるらしい、このまま。で、ダブルタップがですね、こうジェスチャーでパッてやるのが開発者なんで、他のアプリでもちょっと使えるようになったっていう、他のアプリでこう使えるようになるのは非常にいいかなと思いました。ちょっとこれもまた見たいかな。で、シリーズ5消えましたね。シリーズ6以降アプローチ対応。まあ、SE の第2世代は残ってますけど、iOS18 を搭載しないとそもそも使えないので、iPhone、まあ、10S 以降ということになります。その iPhone 持ってて、シリーズ6以降かな。いや、もう5もなくなっちゃったんでね、そろそろどうかなっていうところはあります。まあ、そんな感じでございました。まあ、ニュースルームとかね、結構いろいろ詳しく載ってるので、また気になる人はね、見てもらえばと思います。で、昨日また結構 X とかでもリアルタイムで更新はしたので、ぜひチェックしてみてください。なんかこういうレンズとか出てたけど、まあ普段はね、まあこんな感じで動画上げてますので、ちょっとセール動画多くなっちゃったんですけども、また OS とかのね、解説していきますので、気になる方ぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。またこういろいろね、解説していきますので、ぜひ高評価と、まあよかったらどっちでもいいんで、評価とチャンネル登録お願いいたします。気になる方はね、いつも見てるけどね、登録してない方結構バレてますから、はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。じゃあ、またねー。いやね、結構ね、ボリューミーでしたよ、めちゃくちゃ。Apple Intelligence。まあ2時間ぐらいあって、確かもう残り1時間ぐらいはもうね、Apple Intelligence、AI の話ずっとしてたんで、盛りだくさんすぎてね、どうやってまとめようかちょっと難しいんですけども、またちょっと個別でいろいろ解説していくんで、はい。いやー、ちょっとね、ビジョンプロはね、iPad さ、シャオミの買っちゃったからさ、一旦見送りかな。めっちゃいいんですけどね。